こんにちは、つむぎです。みんな大好き、ずんだもんなのだ。すっかり亀は強いの認識になりました。大事なところで刺さって負ける以外は強いとしか言えないのだ。今回は相手も亀が入っています。亀 VS 亀なのだ。伏兵が相手にだけあるので、こちらは開幕に剣豪が伏兵踏まないように注意しましょう。私も戦場に連れて行って。いざ開戦です。負けパターンとして伏兵からの少ない部隊で守りきれず大惨事な可能性はあるのだ。さらにもあるので、配置次第では相手の伏兵が生かせない状態が作れることもあります。しがらみの位置大事なのだ。まずは伏兵を一つ組めました。もう一つは強気詰めなので、またベイさんが踏まなければ大丈夫ですね。両端にちょっかい開幕はこちら側の効果をいただいていきましょう。前線に出れているのでゲージが進んで波動が溜まるのだ。伏兵の当たり方がいいですね。最初の不安要素である伏兵が処理できて、かつ有利に出ているのだ。走破が入りそうか若干怪しいですね。牙が前に出てきて一度押し返されるとギリギリ講和までいかなそうなのだ。右巻き左側のハト君であるゲージの上と下で360度溜まるメーターがありますが、こちらが溜まるごとに1ライン前進交代します。こっちも無情溜まったのだったけど、ほんの少しだけ相手のゲージの方が先に溜まってしまったのだ。先にこっちが溜まっていれば走破が一発は言っていましたね。まあ波動が最前線にはなっているのだ。相手を攻めさせないでゲージ溜めれれば走破がいけそうですね。相手の亀が走ってきたらゲージを押し返されて入らなくなりそうなのだ。こっちから亀を使っての嵐合いを先に仕掛けちゃいましょう。忍者亀弱いはずもなく、牙が取れたらかなり具合が良くなります。倒せたらラッキー程度で無理しない程度に撃破を狙うのだ。乱戦でがっつり追いかけられれば楽ですが、槍に刺さるので無理はしないようにしましょう。亀は強いけれど槍にだけは注意なのだ。お互い亀の嵐合いがスタートしましたが、牙が落ちているので有利ですね。このチャンスをしっかり生かしておきたいのだ。逆に相手は牙が落ちたことで無理をする必要がありそうです。焦らなければ大丈夫ってことなのだ。相手の槍は両ポンドの前に出てきているので、亀はスライド工場を狙いましょう。速度が速いから端まで行っちゃうのだ。スライド工場するときに注意なのは私の時です。やり出しの武器と同じく動いた瞬間にセットしないように注意なのだ。最初から奥にしているならいいですが、違うなら一回軽く奥に押し込んでから横にスライドしてください。溜まっている工場ゲージを残しておきたいなら意識しておくのだ。こちらは亀の工場が入って有利が取れました。相手の亀は工場入らなかったので良い展開です。牙が復活してくるまでの時間的余裕があったのがでかいですね。でっかいなのだ。さて、ここで板垣さんを使って前線に立ち続けることで波動のゲージを常に有利にしておきましょう。こちらは遠距離弱めですが速度を生かして立ち回るのだ。鉄砲だと速度上がればかわしやすいのでいいですね。速度上がっても高武力弓だと前線維持できないので、砲より弓の方が嫌なのだ。とりあえず軍配うちわを打ちました。磁力依存を生かして亀も使っていくのだ。リードは取れているので、このまま中央付近でわちゃわちゃできると良さそうです。戦場を駆け巡るのだ。中央に板垣さんがいるので、相手も合わせて中央付近に陣取っていますね。その隙に亀は端へと行くのだ。待ってるだけじゃつまらないの。亀とお見合いしましたね。亀と亀2人が出会って何も起きないはずがなく、相手も軍配うちわを使用してきました。相手の亀も同じカードなので、もちろん知力依存があるのだ。亀だけでなく相手の牙の多勢戦法も知力依存があります。確か 1.2 カウントとか。先鋒さんは速度が上がらないけれど、戦場に6部隊いれば確か武力17なのだ。武力17が長時間いるのはなかなか強そうですね。こっちも要求算を使えば高武力は作れるのだ。
そんな話をしている間に右下で相手の亀が痩せていました。大丈夫ですよ。パウチ。亀強い。だけど刺さると辛い。そんな一面が見れましたね。亀は強いけれど亀が使われるのはこの刺さるという点のインパクトですね。引き使って部隊が減るだけの展開の可能性はなかなか怖いのだ。撤退しなくても刺さって一旦帰って戻ってくる動きが必要になると前線でやらせる時間が減っているので極力刺さりたくないですね。亀が刺さる速度なのは原作再現だと思っているのだ。残りのラストは少し黙って見守りましょうか。たまには黙るのだ。ごめんなさい。どりゃ満足よ。お粗末様でした。思い上がるでないぞ。新宮島をなめんなよ。地をつなぎ紡いだ糸が皆を守るのです。血がたみってきたわ。無理。ご視聴いただきありがとうございました。亀が強いと思った方はまた亀入りのデッキで動画上げると思うのでぜひチャンネル登録をお願いします。亀が強くないと思った方は違うデッキを上げることもあるのでぜひチャンネル登録をお願いします。